眠たくてためになるトイボールファクトリーです。今回は HG スコープドッグをテッカテカに汚し塗装していきます。今年は走行騎兵ボトムズの放映から40周年を迎えました。各社からボトムズのキットがいくつも出ていて賑わっていますね。今回は10月に発売されたバンダイの新作 HG キットを作っていきましょうかね。ということで HG スコープドッグを作っていきますよ。走行騎兵ボトムズは1983年に放映されたんですね。リアルタイムでは見ていなかったのですが、レンタルビデオで全部見た記憶があります。機械油と硝煙と血の匂いが漂うようなハードボイルドな世界観で、使い捨てられるアーマードトルーパーの兵器然とした扱いにしびれました。アーマードトルーパーの駆動にはポリマーリンゲル液というものが使われており、これが被弾をすると発火しやすいというめちゃくちゃ危険な兵器で、ボトムズの世界の戦争において兵士の命がいかに軽んじられているかを象徴するような設定でした。そして主人公キリコ・キュービーが登場するスコープドッグですが、ぶっちゃけ散々乗り潰して乗り換えまくっているので、もはやどれがどれだか分かりません。スコープドッグは大量生産された消耗品で、キリコのスコープドッグに対する扱いもそれに準じたものでした。そんな大量生産品のスコープドッグですが、兵器として酷使され使い捨てられる姿がまた武骨でかっこいいわけですよ。バンダイからはマスターグレードのスコープドッグのキットも出ていますが、こちらは再販される回数も少なく入手困難なんですよね。そんなちょっとマニアックで玄人好みなボトムズのスコープドッグが、まさか令和に新規キットが HG で販売されるとは思っていなかったので、このキットはとても楽しみにしていました。ウェブでの予約に敗北しまして、久しぶりに発売日の店頭に並んで買いましたよ。長い行列ができていて、コープドッグの人気は大したもんだなぁと感心していたんですが、みんなが手にしていたのはアイドルマスターシャイニーカラーズのプラモ。スコープドッグの入荷数はわずかで買いそびれるところでした。ということで各部位の仮組みが終わりました。それでは組み立てていきましょう。パーツ数が少なくていいですね。武装もヘビーマシンガンのみという潔さ。これくらいシンプルでいいのよ。とても作りやすく、制作時間は1時間もかかっていないのでは。各部装甲も肉厚成形でワンパーツで済ませているパーツも多く、作りやすさや大量生産品の雰囲気の表現にもなっていると思います。見えない部分には派手な肉抜き穴もありますが、見えないところなので気になりません。こういった取捨選択的なところで全体的に潔さを感じるキットです。頭部を差し込んで、これで仮組み完成。めちゃめちゃ武骨。最近のモデル体験のロボットとは真逆のあんこ体型がたまりません。オリジンガンダムさんと比較してみると、同じデザイナーがデザインしたとは思えないほど違いますね。この HG スコープドッグはスケール表記がありませんが、だいたい33分の1くらいのサイズのようです。35分の1などミリタリープラモによくあるスケールでも良かったのかなという気もしますが、それだと若干小さくなってしまって、この手のひらに収まる感じが少し寂しくなるのかなという気もします。遊びやすいサイズではありますが、肩関節が抜きやすく、そこだけが残念かな。ほら抜けた。デザイン的な制約もあるのかなという気もしますね。その他のギミックは一通り表現できるようになっていて、アームパンチも当然可能。劇中ではアームパンチを繰り出すと飛び出す薬莢がまたかっこいいんですよね。スコープドッグのもう一つのギミックといえば膠着機構。足が複雑に折れ曲がることでパイロットの乗り降りがやりやすくなります。サイコロっぽさもあるな。肩の抜けやすさにちょっと難がありますが、関節の引き出し機構も備えており、劇中のポーズの再現はバッチリ。平手パーツもついていて表情がつきやすくなっています。
ポーズをつけて遊ぶのが最高に楽しい。手足の短さがたまらないです。このままでも十分かっこいいんですが、塗装でもっとかっこよくしたい。それではバラして塗装前の処理を行っていきましょう。スカープドッグン、ローラーダッシュって楽しいね。表面処理を行っていきますよ。今回はテッカテカにしなくていいので、軽くゲート処理だけで済ましちゃいます。まずはシャインブレードシックでざっとゲートを削り取り、シャインブレードはステンレス製のヤスリで水溶きができるので重宝しているんですが、さすがに使いすぎてなまってきたので、新しいのに買い替えたい。でも全然売ってない。あるところにはあるんでしょうけど、見かけないんですよ。ハンドパーツの丸ポッチが気になる。丸ポッチはパーティングラインをまたぐようにモールドされていることが多いですね。パーティングラインを消しにくいので、ざっくりと切り取ってしまいます。シャインブレードとマッチヤスリで表面を整えて、800番とあんまり意味はないですが1000番もかけちゃいましょう。ツルツルになりました。モールドがなくなって寂しい感じ。配給パーツの G レフ、ゲートレスエッチングパーツを塗装後に貼り付けましょう。サイズは 2.5mm かな。プライマーを塗って塗装しておきます。お久しぶりのサーフェイサーエボブラック。さあさあ、楽しい塗装の時間です。今回は大量生産品のスコープドッグっぽさを出すために抽象的な表現を塗装でやってみようと思います。空気圧を下げ、塗装距離を長くとってなし地にしてみました。荒く見えるかな。続いてはスターブライトシルバー。普段の僕ならリテイクと叫び出しそうな粗い表面にシルバーを塗装して下地を作っていきます。ゲリラにも出回るような大量生産の兵器ですから、塗装が綺麗なわけないんですよね。いい加減な気持ちを込めて塗装しています。続いてはボトムズカラーシリーズグリーン。ボトムズ専用カラーを使ってみます。この色を使った作例を見た時、ちょっと色が明るいかなと思ったんですが、下地を金属色にすればイメージに近くなるなと思いついて、この塗装を選んでみました。予想以上にイメージ通りの色になったぞ。続いてはボトムズカラーシリーズライトグリーン。こちらも下地はグリーンと同様にしています。腹部や二の腕など生身っぽいところのカラーですね。スコープドッグの金属感を表現したくてこういう塗装にしましたが、リアルにやるとなると錆止めのオレンジ色などを挟むんでしょうかね。実際の塗装法をシミュレーションするやり方も面白そうです。続いてはボトムズカラーシリーズグレー、バイザーなどを塗装します。なんだか工場で金属部品を塗装している気分になってくるな。ツヤの出方もいい感じです。新品の重機のようにも見えますね。いい感じに塗装できたと思います。武器も塗ってしまいましょう。こちらは綺麗な感じが欲しかったので、まずは EX ブラックで下地を作ってしまいます。禁断のまとめ塗りでございます。続いてはスターブライトシルバーを重ねます。こちらは重心ですね。下地が EX ブラックだとメタリック感が全然違いますね。美しい。銃本体はスターブライトアイアンで塗装することでコントラスト差をつけて重苦しい感じに塗装してみました。かっこいい。さてさてデカールを貼っていきますよ。今回も明日のデカールを使いますよ。保護フィルムを剥がして。この保護フィルムは保管の時にも使うので捨てちゃダメですよ。今回はグッドマークデカール、コーションデカールのドイツ語表記のものを使います。ボトムズの明日のデカールがあればいいんですが、ないのでしょうがない。スコープドッグはメルキア製で作られたものなので、馴染みの薄い言語を使えば分かりづらくて良いのではとドイツ語を選んでみました。とりあえず胴体に貼るデカールはこれくらい。小さな機体なので少し控えめにしてみます。HG のスコープドッグが約33分の1で、デカールは100分の1でスケールが違うじゃんと思う人もいるかもしれませんが、こんなもんただの数字なので好きにしたらいいんですよ。いつも100分の1のキットには144分の1のデカールを貼ったりしてますからね。
こういうコーションマークはそもそもアニメの劇中ではほとんど描かれていません。後に描かれたイラストなどで書き込まれたことはあるかもしれませんが、それもほとんどの場合アドリブで書いていると思っていいと思います。実際の兵器であったとしても注意書きが後から増えるなんてのも普通にあるでしょうし、ものによっては文字の大きさやフォントもバラバラだったりすることもあります。人間が作るものですからいい加減なもんです。どういう風にしたいかという作り手の思いで貼るデカールを選べばいいと思います。あれ、なんかシルバリングしてるな。まあ明日のデカールはフィルムを剥がしてしまうのでシルバリングは関係ないですけどね。そして突然のジョジョズ回戦マンチョコマヒトの登場。フィルム剥がしが苦手というコメントがあったので、これでやり方を解説してみましょう。普通にシールを剥がそうとすると上に持ち上げちゃいがちですが、こうやってスライドするように剥がすのがコツです。フィルムを持ち上げるとマーキングも引っ張ってしまうので、めくるようにしてマーキングにかかる負荷を減らすと剥がしやすいですよ。まあデカールが少しくらい剥がれたとしても汚しの一種だと思って気にしないのが一番かなと思います。マスキングテープを指に巻いてピンセットでフィルムの端をめくります。フィルムを掴んでクリスライドさせてきれいに剥がせました。指に巻いたマスキングテープにフィルムを貼り付けて完了。フィルムを剥がすピンセットはタミヤのデカール用ピンセットを使っています。先端に滑り止め加工がないのでパーツ表面を傷つけにくいのではと思っています。選択といえばガンダムデカールは使わないのですかというコメントをいただきました。作品世界とのマッチングを考えるとガンプラにガンダムデカールを使うのが順当だと思うんですが、デカールのフィルム部分の光沢が僕の作風に合っていないので、フィルムを剥がせる明日のデカールを主に使用しています。フィルムを貼り付けたマスキングテープを丸めてポイ。ディティールアップを行っていきますよ。まずはプライマーを塗ってから塗装したエッチングパーツを拳に貼り付けていきます。姫様お久しぶりです。水性接着剤のデコプリンセスで貼り付けていきます。実は塗装前に瞬間接着剤でエッチングパーツを貼り付けてみたんですが、接着剤のはみ出しを処理できなくて最初からやり直しています。水性接着剤のはみ出しは水を含ませた綿棒で拭き取るだけでいいので楽ですね。その分接着力が弱いので強度が必要な場所に使えないのがたまにです。ナイスディティール。さてさて、こちらはターレットレンズ、スコープドッグの顔みたいなものですね。キットにはキラキラ光るメタリックなプラスチックシールが付属していてとてもいい感じ。とりあえず貼り付けてみましょう。いい感じ。メインレンズを貼り付けましょう。位置を微調整して、こちらもいい感じと言いながら立体感が欲しいなということで H アイズを取り付けてみます。2mm がちょうど良さそう。ゲートをカットしてデコプリンセスをつけてレンズを置いて微調整。キラッキラやないかい。こうなってくるとメインレンズも立体的にしたくなってくるので、配給パーツの VC ドーム2を貼り付けます。3.5mm がちょうど良さそう。こちらもデコプリンセスで接着。透明度が高いので邪魔になりません。めっちゃキラキラやないかい。少女漫画的なキラキラを感じます。頭部に取り付けてお目目パッチリスコープドッグの完成です。なんちゃこれ。はい、部分塗装していきますよ。今回はスコープドッグということでガンガン汚していきます。汚しについて語るべき言葉を持たない僕はエアリアルの動画へのコメントを返していくのであるということで、前回のエアリアルのテカテカ動画へのコメントありがとうございました。コメントを返していきましょうかね。再生数が伸び悩んだ割にコメントをたくさんいただきました。ありがとうございます。あまり注目されなかったエリクトに焦点を当て、エリクトがモビルスーツのまま結婚するというもしもをテーマに塗装したところ、共感してくださった方が多くてとても嬉しいです。エリクトだけでなくみんな幸せになってほしいですね。ということでコメント返し。シェルユニットの塗装失敗についていろいろ情報をいただきましたよ。
アクリジョンはファレホとか同じエマルジョン系だった気がするので、普通の水性ホビーカラーと違って塗膜が完全硬化するとマジックリンが効かないのかもというコメント。他にも完全硬化によってマジックリンが効かないことがあるというコメントをいただきました。確かに1週間以上置いてしまっていた気がします。そういうこともあるんですね。確かに溶かすならある程度早い方がいいですよね。これは有益な情報をいただきました。ありがとうございます。続きまして、塗装部屋にエアコンがついていないことに対してコメントをたくさんいただきました。いや、ほんとエアコン欲しいですね。スポットクーラーや扇風機をつけたいところなんですが、風が起こると埃を巻き上げちゃうので使えないんですよね。部屋にエアコンをつけるだけでなく、いっそのこと塗装部屋を完全に模型作業部屋にリフォームしてしまうのがいいのではという案が一番いいのかなと思っています。作業効率も上がるし、集中もしやすくなりますしね。まあ問題はリフォームするための先立つものなわけですが、各動画が1兆回再生されればいいんですけどね。来年の夏までになんとかしないと、おじさんの残り少ない人生がさらに短くなっちゃうので、なんとかしたいな。せめて消費税がなくならないかな。続きまして、やっぱこの人の塗装すごいな。このチタニウム感出せるの本当に尊敬する。俺がやったらジャンクの山になるだけだからなというコメントありがとうございます。他にもパール塗装についてのコメントをいただいています。いろいろパターンがあるんですが、こういうなんとなくなパール感を出したい時のコツがあるんですよ。それはたださらっと薄く塗装するだけ。他の部分と同じようにこってり塗ってしまうと、パール特有の歪みが出てきてしまうので、ほんのちょっと振りかける程度でいいと思います。まあこの加減が難しいかなと思いますが、慣れるとそのうちできるようになると思います。やっちゃえばなんとかなるもんです。レッツトライ。続きまして、トイボールさんのテカテカ塗装って何回も重ね塗りしているのに全く塗装が厚ぼったい感じがしませんよね。どうやったらあの光沢ですっきりしたツヤを出せるんでしょうかというコメントありがとうございます。特に気にしている部分なので気づいてもらえて嬉しいです。基本的には塗料1、溶剤3というシャバシャバに塗料を薄めて塗装するのがコツです。これを少しずつ塗り重ねていくと薄く仕上がります。表面処理も丁寧にやる必要があるので、めちゃくちゃ時間がかかるのがたまに傷ですね。おじさん、もっとたくさんプラモを作りたいんだけど、めっちゃ時間がかかるの困る。続きまして、 EX ブラックを塗装すると弾いてしまうのですが、何か対処方法ありますかというコメント。僕もたまになります。なんだか気持ち悪いですよね。まだ確証がないんですが、どうやらフィニッシュプレートでの磨きすぎが原因っぽいです。指の油説もあるんですが、フィニッシュプレートの方が濃厚かな。フィニッシュプレートでパーツを磨くのは、パーツを光沢状態にすることでパーツ表面に傷がないかをチェックするためなんですが、これが行き過ぎると塗料が食いつくところがなくなってしまうのではないかと考えています。撥水コートみたいになってるのかな。対処法としては、フィニッシュプレートの艶消し部分で表面を軽く荒らしたりするといいのかなと思います。過ぎたるはなお及ばざるが如しということなんでしょうか。僕が塗装している時にも実際にありましたが、この時は弾いた部分の塗料をキムワイプで拭っていました。このキムワイプで拭うことも傷をつけることになっていたのか、その後普通に塗装できていましたね。こうやって少しずつ謎を解きながら効率を上げていけるといいですね。ということで今回はこんなところかな。たくさんのコメントありがとうございました。またコメントをいただけると幸いです。ということで、汚し塗装が進んでいますね。次は乾いた泥汚れをドライブラシを使ってつけていきます。できるだけ塗料を拭き取って、ゴシゴシと筆をこすりつけて泥汚れを表現。メルキア製の乾いた土の気持ちになって足にまとわりつけていきます。これでいい感じ、光亮とした感じがします。薄汚れたつぶらな瞳、すべてのパーツが整ったので並べて組み立てていきます。
頭を取り付けて、これでスコープドッグの完成です。ズームアウト。今回の HG スコープドッグはシンプルなパーツ構成でとにかく作りやすかった印象です。実際に作るのにかかったのは仮組から塗装まで2日くらいだったと思います。塗装は EX クリアも艶消し塗料も使わずにサーフェイサーの粗さを利用し荒っぽい塗装表面を目指してみましたが、いい感じに大量生産な感じが表現できた気がします。武装の多い派手な機体もいいですが、いぶし銀の量産機ももっと作りたくなりますね。ということで今回は HG スコープドッグのテッカテカ汚し塗装をやってみました。量産機特有の安っぽい塗装を目指して塗装してみましたが、塗膜そのものが粗いという状態を再現して、さらに汚しを施すことで絶妙な量産機感を表現できたのではないでしょうか。これはテカテカ塗装なのと聞かれそうですが、機体の光沢具合を表現しようとしているので、これもテカテカ塗装ですよ。ということで HG スコープドッグのテッカテカ汚し塗装でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トイボールファクトリーでした。手塗りで型を赤くするのもいいかもしれない。